皆さん、こんにちは。横浜の幸福館道場の師範代をやらせていただいております、山口作夫と申します。今日もよろしくお願いいたします。今日は鈴木大拙さんの話からですね、取ったエピソードなんですが、土佐の山内藩主と一緒にですね、お茶の師匠が江戸に出てきたんですね。そのお茶の師匠はお茶だけを一生やってた。江戸なんか行きたくなかったんですね。ですけど、藩主から一緒に来なさい。自慢の茶の師匠なんでですね、連れてきたんですね。ところがその師匠がですね、不忍池の近くで、浪人に因縁つけられたんですね。決闘しようって。お前も侍だったら刀抜けって言われてですね、そのお茶の師匠は、いや、私は侍の形をしてるけども、剣なんか握ったことない。お茶だけをやってるんで、だから、あなたにはとても叶いませんよ。でも浪人はもともとね、命を傷つけるのが目的じゃなくて、お金を恐喝するのが目的だから、そんなことと納得しないわけですよね。そうすると、お茶の師匠はですね、ここで私が無断にみっともなく死んだら山内公というその自分の主人に恥をかかせることになる。それで、わかりました。じゃあ今ちょうどね、主人の仕事の途中だから、あと1時間か2時間待ってください。また必ずここへ来ますからって言ってですね、それで近くにあった剣道の道場へ飛び込んだんですね。そして何を言ったかっていうと、道場主にですね、もう必死になって、先生、死に方を教えてください。言ったんですね。これでその道場主驚いちゃってですね、いや、みんなね、剣で勝つことを求めてきてるけども、死に方を教えてくれなんて人はあなた初めてだ。教えようがないけれども、まずあなたは茶人ということなんで、一服お茶を立ててください。私のために。その師匠はですね、もう願ったり叶ったりのことで、最後のお茶を立てようということで、真剣になって、もう全て忘れてですね、お茶を立てたんですね。そうしたらですね、それを静かに見てた剣道の道場主が、それですよ。あなたのその心境だったら、勝てはしないけども、絶対相打ちになります。死ぬ技なんか覚える必要はありませんって言われたんですね。そうかな、わかんないけれども、もうそう言われた以上、それ以上教わりようがないですよね。それで約束の場所へ1時間して戻ったんですね。そして、その相手の浪人のためにお茶を立てるつもりになったんですね。ここで羽織を脱いで、丁寧に畳んで、その上に扇子を置いて、ここで刀を抜いて、刀なんか抜いたことない、持ったこともないような人なんですけども、ここで構えたんですね。そしたら相手の浪人がですね、ガラッと人格が変わっちゃってる人を見た。なんだとこいつは。そうするともう切りかける、もう冷やかしで脅かしゃいいだろうと思ったのが、全然違う迫力が来るらしいんですね。切り込むどころじゃなくて、だんだん後ろへ下がってっちゃった。それで最終的に、参りました、つって逃げてっちゃったっていう逸話なんですね。それ、鈴木大拙の前途日本文化にあるストーリーなんですけれども、翻ってですね、現代の我々はそんなにね、命がけで争う、生死を争う、死に方を教えてください。そういう機会はないと思いますので、だけども、どんなビジネスのレベルで、例えば部長だろうと課長だろうとですね、社会的生命をかけた判断が必要な場合も生まれるんじゃないかなと。その時になってですね、俺は危機に際して間に合わなかった。合気道を続けてよかったな。自分の生き方の柱になったな。そういうことが気がつく傾向を続けたいと思ってます。私の友人でやっぱり長く合気道を続けたある講談の彼は部長の前でかな、課長ぐらいの時ですね、課と課が争いになったらしいんですね。お互いの利害が衝突したわけですね。
これで部長から重役の前でですね、じゃあ議論しようじゃないか。これで、重役だったが、その前に課長と課長顔を合わせて、部下がずらっと後ろに並んでるんですね。この時ですね、彼はですね、すごいんですよね。いきなりね、これ、部下がずらっと並んでる。そうすると、いきなりそこへどうしたかっていうとね、辞表を出したんですね。辞表を出して、俺は今日の会議は首をかけてるんだ。あんたもここで辞表を書けって言ったんですね。だからいわばですね、社会的生命かけてるわけですね。半分はったり、あいつ、その友人からするとですね、半分はったりもあるけど、だけど、いいじゃないか。俺も辞表書くよって言われちゃったらですね、もう差し抱えてやめざるを得ないかもしれない。だけど、彼は堂々とそういうことで辞表をここで出した。そうしたら向こうはそこまで確保してないですよね。飲まれちゃってですね、いやいや、そんなつもりはないんだよ。もうそれで勝負決まっちゃうわけですね。俺はこの課をね、うちの課の責任を背負ってるんだ。辞表を出すつもりで、それを重役が見てるわけですね。これでもう勝負あったということになったんですけども、彼の場合もですね、長年続けていた合気道が、生き方の柱になったって一つのサンプルかなというふうに思っております。今日はご清聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。